おはようございます。めぐりかみ太一です。今日はトマトコンカッセを紹介していきます。このトマトコンカッセですけども、トマトの美味しい季節にですね、大量に作って冷凍でストックしておけばですね、何かと便利で役に立ちます。例えばソースバンブラに足してみたりだとか、ソースベアリネーズに足してソースショロにしてみたりだとかですね、いろいろ便利なので、ぜひ作ってストックしておいてください。それでは始めましょう。よく売れているトマトをですね、よく洗ってまず芯を外していきます。ヘタですけどもペティナイフの先を使ってくるっと回してきれいに取っていきます。その後もんでするので、もんで用にですね、てっぺんに傷をつけていきます。はい、もんで湯むきですね、湯むきしていきます。熱い熱湯に10秒ほどつけて冷水に取ります。氷水か冷水ですね。冷水取ったらですね、トマトが冷えたらすぐに引き上げてください。なぜかというと水を吸ってですね、水っぽくなってしまいます。はい、それでは皮を剥いていきます。はい、皮が剥けたらですね、真横に半分に切っていきます。それでは種を取っていきますね。種を取っていく作業、エペピネと言います。エペピネ、種を取る作業ですね。ペティナイフを使って丁寧に種を取っていきます。この時種の粒が残らないようにですね、一つ一つ丁寧に取っていってやります。それでは包丁を2回ほど横に入れてですね、コンカッセに切っていきます。ちょっと大きめのブイノワーズですね。さほど形が揃わなくても構わないですけども、なるべく揃えてですね、コンカッセに切っていきます。皮をむいたオニオンをですね、ブリシェしたオニオンをしずれしていきます。半分に切って縦に細かく切れる包丁で筋を入れて切っていきます。今回ニンニクはですね、丸のまま皮を剥いたまま一緒に火を入れてほんのり香りをつけたいと思います。温めた鍋にですね、オリーブオイルをひいてニンニク丸のまま入れてあります。その後先ほどしずれしたオニオンを入れて軽く塩をしてまず酒をしていきます。この時よく色をつけずにですね、きっちり火を入れてやってください。この後トマトを入れますけども、その前に火が入ってないと最後まで玉ねぎのシャクシャクした感じが残ってしまいます。はい、ここでですね、ブーケガルニ、中にはパセリの軸、タイム、ローリエでポアロの緑色の部分が入ってます。それをタコ糸で縛ってますね。それを入れて塩をしてゆっくり火を入れていきます。火を入れる時ですけども、今、やっている、クッキングペーパーをですね、落とし蓋代わりにしていきます。このような感じに折って鍋のサイズを見てハサミで切ってですね、真ん中も切ってで落とし蓋にしてゆっくり火を入れていきます。これでまず10分ぐらい経った時ですね、まだ水分が残ってます。これトマトにもよりますけども、あとこれオーブンに150、60度のオーブンに入れてじっくり乾かしても構わないです。またこれもうちょっと水分がありますので、また落とし蓋をして火を入れていきます。はい、こちらそれから30分ですね、トータル1時間ぐらい経ちました。このような感じですね。トマトがある程度ピューレ状になってですね、水分が飛んだ状態です。そこで最後ブーケガレヌとニンニクは取り出してやって、あと最後水分を軽く飛ばしていきます。はい、これでトマトコンカッセの完成です。あとお好みでですね、最後仕上げにですね、美味しいオリーブオイル入れたりだとか、ビネガーですね、あとケッパーなど入れてもいいですし、バジル、シーブレッドなど入れてもいいですし、自由に、使えるアイテムの一つだと思います。それではお疲れ様でした。ボナペティ。